ピーク鈴木、収入は低め、血圧は高め、司令官コンス君です。新型 N ボックスに乗ってみました。しかも 500km 一気に。なんで乗ったのかっていうと、実はこの5月の連休に秋田の息子のとこまた行ってきました。家族3人。それもね、毎度おなじみのエブリィで3回目になります。結構混んでるな。怖っ。今回も前回と同じく嫁さんと交代交代で運転していく予定だったんですけれども、一気に一人で500キロも走っちゃった。エブリィは振動と騒音はすごいんですけども、長距離がすごく疲れが少なかった。前後重量配分がいい FR で自然な操縦感覚だからだと思ってます。で、それ本当にそうなのかなと。それが本当なら重量配分が前寄りな FF 車だったら疲れちゃうっていうことですよね。なのでこの5月の連休の1週間後、新型の N ボックス同じように500キロ一気乗りしてきました。とりあえずね、 N ボックスの第一印象がね、なんかめちゃくちゃふわふわしとるって感じ。エブリィって足が硬いんだけども、これ乗り換えるとふわふわしてて、あれこんな N ボックスってふわふわしてたかなと。先代のモデルの乗ったことあるんですけど、柔らかいっていう印象はなかったんですけど、今回のモデルえらい柔らかいなと。空気圧がね、リアが230なんだよね。だから今240前後だったんで、後ろは230にちゃんと落としました。 FF 車疲れるかどうか実験としてこの N ボックス乗っていきたいと思います。ところだ、使いにくい。めちゃくちゃ静かですよね、やっぱり。さすがに先代のモデルの N ボックスに比べてなんか足がふわふわしてる感じはすごいですね。タイヤ見たら、ブルーアースがついてて、横浜ので、これ騒音規制が入ってるんで、エブリィもそうなんですけども、今ブルーアースが結構ね、スタッドレスみたいな感じのふわふわ感があるタイヤがついてるんですよ、エブリィも。なので、当然このモデルも騒音規制に対応しているので、ブルーアースがおそらくこのかなり透面が柔らかいタイヤなのかなとは思いますね。で、ACC 追従型の、クルーズコントロールがついてるんですけども、同じ条件で疲労を測りたいんで、クルコンはね使わずに今回行きたいと思います。だってエブリィついてないから、純粋になしで、途中気が変わったらクルコン使うかもしれません。普通にまっすぐ勝手に走っていく感じはあるんですけど、あまりしっかり感というか、ガチッとまっすぐ行くぞっていう感じのステアリングのフィーリングがないんですよ。ブルーアースのっていうタイヤの性質じゃないかなと思いますね。当初ね、エブリィと同じ90キロを保ってたんですけど、なんか無理に90に落とすと走りにくいので、ちょっとね100キロまで上げてます。今アクセル自分で踏んで100付近で巡航してます。とってもね快適ですね。で、なんていうかな、ステアリングの座りというかですね、直進性が素晴らしくて、スッとねこう手を軽く添えてるだけで本当にまっすぐ走ってくる。エブリィもねそれなりに直進性いいんですけど、表現が曖昧ですけども、3段階ぐらいレベルが高い直進性。もちろんこれもともと FF 車なんでね、直進性はいいですけどね。なだらかなね、高速のねコーナリング、こういうところがなんていうかな、緊張するんですけどね、エブリィだともうちょっとこれ緊張感がなくですね、悪い意味じゃなくて、こうステアリング操作がスム
ーズにできるんですよ。なんていうか、頭の中で脳みそで曲がるぞっていう意識を持たずにぼーっとしてでも曲がっていける。これ勝手にアシストで曲がってるんじゃないかって思えるぐらいにすごくね楽ちんに曲がれちゃうんですよね。セット初速が90キロ、前のねシエンタに追走して走ってるんですけども、車間距離は一番最長、長く設定したんですが、自分の感覚的にはね近いですね。前がさ猫が出てきてさ、猫じゃねえな、前がね動物が出てきて急ブレーキ踏んだらさぶつかっちゃうんじゃないか。ぶつかんないんだろうけど自動ブレーキはかかると思うけど、岐阜県の山中山の中を走ってるんで結構ぐねぐね曲がりくねってるんだけれども、それ一応自動でやってくれてるんで、まあちょっと下手くそなんで修正打が何度も入るんで、そこはね抗ってね手で直したりしてますけどね、でも基本的には、車線の真ん中結構走ってくれてるんで、これねもう足なんかアクセルもブレーキも関係なく未来面だね。未来だわ。これはいいね。テーブルもついてるしね。椅子の下に足入るからこれは楽だ。ちょっと感動しました。この運転支援のハンドル操作ね、この車が勝手にハンドル切ってるんですけども、これもね慣れてきました。やっぱ慣れですね。最初はね下手くそだなと思ってちょっとこんなの任せられんと思ってたんですけど、今はねこいつはそこそこできる子なんだというのが分かったんで、お前そうやって切るんかーいと思いながらちょっと修正かけたりしながら、あるいは、任せきりにしながらね。やばい、このまま高速に延々乗り続けちゃうとエブリィの敗北確定になってしまうので、いい加減もう降りようかなと。ちょっとねこいつの高速道路楽ちん性能が高すぎてちょっとやばいっす。今回ね私が想定している疲れ、こういう風に疲れるだろうっていうのは乗ってる時運転してる時は楽ちんだけど、いざ数百キロ走って車降りてみたら頭がめちゃくちゃ重いみたいな、そういう疲れっていうのはあるんですよ。でそれは私がエブリィに乗る前は FF ないしは FF ベースの 4WD 車ばっかり乗ってきたんですけども、どの車も感じたんですよ。エブリィはガンガンガンってショックガンガンガンって、それを十何時間食らい続けても疲れがない、不思議なんだよね。極力エブリィに有利にならないように今回この車をもうちょっと見ていきたいと思います。けたたましい。今まで静かだったせいかな。ブレーキングと荷重、フロントがやっぱ逃げていくのは当たり前だけど、フロントのこう重みは感じる。下りだ。結構なバイクですね。静か。今 S モードです。ギアの、ね、レンジ幅の選択が D か S しかないですね。このワインディング今走ってみた感じとしてはあんまりスポーティーではないな。スポーティーではない。ちゃんと曲がるんだけど、なんだろうな、先代の方がもっと切れてる感じだな。もっとねギュンギュン切れ込んでる感じが先代はあったんだけど、これは多分セッティングの問題だと思うんだけど、タ
イヤーが違うっていうのは大きいかもね。結論を申し上げましょう。これ正直全然分かりませんでした。NBOX でね500キロ走って自宅まで帰ってきて、車を降りた直後はうわー NBOX エブリィより全然疲れてねとか思ってたんですよ。うわーすごいさっぱりしてる、頭も軽い、疲れてないなと思ったんですけども、その後ね夕食を食べてちょっとねゆったりまったりした時に突然眠気が襲ってきてバタッとね寝落ちしちゃったんですよね。疲れてないなんてことは全然なかった。 NBOX の上質な走りとアダプティブクルーズコントロールの安楽な高速走行で疲れてない感じはするんですけども、やっぱりこれ疲れちゃうんだなと思いましたね。なのでエブリィが疲れが少ないかどうかは立証できません。この前の天井のデッドリングの話じゃないですけども、わかんないです。エビデンスはないです。すんません。とにかく言えることは、私はエブリィ長距離乗ってもう全然疲れないですね。楽しいからかな、わかんないですね。皆さんはなんでだと思います？ご意見ございましたら教えてください。さて今回新型 NBOX に乗ってみて、キャブオーバーの競馬に乗るという意味って一体何なんだろうと改めて考えさせられました。もちろん私的には断然エブリィ推しなわけです。けれども価格が近くなってしまった今、生き残りツールとしての優位性が薄れてしまった。なのでこれ説得力はないのかもしれませんが、極めて個人的な見解を言わせていただき、今回は締めさせていただきたいと思います。やっぱりですね、エブリィでしか得られない、キャブオーバーの競馬でしか得られない世界がやっぱりある。それは多分メーカー側、車の作り手側が提示した世界をそのまま受け入れるのではなくて、使う側が主体性を持って車に接していく、そういう世界が自由で楽しいんじゃないかなと今回思いましたね。皆さんはどうお感じになったでしょうか。よろしければコメント欄の方にご意見頂戴したいと思います。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チーク鈴木。車中泊ね、せっかくなんでNBOX やってみたいと思います。検証してよいしょ。いいね。エブリィだと荷台にマット引いてやるけど、ボックスの場合これしか手がないんで、さあ熱気します。意外に悪くないわ。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。